じゃあ実際にこれを全部ちょっと丸裸にしていきますね。かなりちょっとこれは大変ですので、最初言われたんですけど、はい、別にやらなくてもいいけど、やった方がまあ紅葉も綺麗に見れますし、もう一つ先ほど説明したように枝を作ったりするのにはですね、葉っぱがない方が楽ですからね、針金をかけたりするのにも。非常にでも細かな作業で、容量はさっきのもみじの容量でしょ。一緒です。軸のところをこうカットしていくと。もみじやらもみじじゃない、桜の時やらのちょっと説明しましたけど、こうまっすぐ真上に出てる芽とかですね、こういうのは落としていくんですよ。もうこういう時にこうやって出てるやつはもうこんなやってついでに枝も剪定もやっとけばですね、楽ですね。だから何でもですけど、立ち芽って言ってこう枝があって、これに対して真上に出るもの、真下に出るものっていうのは立ち芽って言って、良くないって言われてるんですね。だからそういうのをこう落としてあげる。まっすぐ上上がるもの、まっすぐ下がるもの、そういうものをこう全部取ってあげる。もうこういう葉刈りをしながらついでにやってあげると楽ですね。こんな感じですね。楓の葉刈りの終了ですね。一応、これで一通り葉刈りを済ませたんですけど、先ほどもちょっと説明しましたけど、この葉のない時期に、針金をちょっとかけて枝を少しこう作ってあげると。でまた今年秋に紅葉し終わって、落葉したらまたその今日巻くやつですね、今度はそれを取ってあげるという作業をすることによって、枝を半期ずつといいますか、枝を作ったり針金を巻いたりその外したりという作業を繰り返しやっていきながらこう枝を作っていきます。じゃあちょっと、簡単にですね針金掛けをちょっとやっていきたいと思うんですが、
まあうまいこと下がればいいですけどね。もうおばさんこの時点でこの枝を下げようとか、はい、もう決めてるんですか？ある程度はですね。まあこういうのはあんまりがっつり巻いてもですねあれなので、まあ柔らかくなるべくこう柔らかく巻いてあげるんですけどね。何せちょっと物が小さいのでですね、まあちょっとここを少し下げたんですね。でこの辺もちょっと少し下げながら両方ちょっとずつ下げていきますけど、おお、つり硬いですな。で気持ちこう下げる感じですか？気持ちはい下げていってます今。ちょっとずつですね。これ樹齢で言ったら何年ぐらいですか？これですか、35年からまあ40年かそこらじゃないでしょうかね。まあだからまあさほど古くはないんですけど、
気持ちですね、ちょっと下げていったような感じですね。こんな感じですが、この針金掛けのコツというか、針金はですね、今 YouTube でも針金掛けを出してらっしゃるところっていうのは非常に多いとは思うんですけど、例えばこれが枝だったとしたら、360度全部こうやって巻いてしまうと水の通る道を潰してしまいますので、基本は螺旋状、45度とかよく言われますけど、こういうふうな感じで螺旋状に巻いていくというのが一つですね。で、曲げたいところに、これはちょっと曲がらないので、例えばこれが枝で、ここを曲げたいなっていう時には、その曲げたいところにちょうどこう背が来るような針金がですね、ここを曲げたいですよっていう時にはここに必ずこの針金が来るように、でこの背のところでこう曲げてあげるというような感じですね。でまた次曲げるとこもその曲げたいところに必ずこの針金が来るというような形ですね。わかりますかね。ちょうど曲げたいところにこの針金が当たるような感じにしてあげないと、この針金のないところでここでこう曲げようとするとここがもうパキッと裂けてしまいますから、針金を巻くときには必ず曲げたいところにちょうど針金が来るように巻いてあげるということですね。で水道を潰さないように螺旋状に巻いていくというやり方ですね。で針金の太さもだからあまり枝に対して針金が細すぎると枝が曲がりませんし、太すぎるとまたあんまり加工が良くないですからね。その辺で、ちょっと何種類か持ってらっしゃるといいかもしれないですけど、今使ったのは最初使ってたのが 1.8 ミリですね。でこのちょっと色の違うやつ、これは、2ミリですね。でこの辺のちょっと細いやつ、これは 1.2 ミリですね。3種類ちょっと針金を使いましたですけど、曲げたい枝に対して、針金の太さを選んでいくと。できたら1回巻いたところできれいに決まれば一番いいんですけど、なかなかそういうわけにいかなくて20、30ってなるのがありますけど、やっても3巻きぐらいまでですね、同じ枝を何本かの針金で巻くっていうのはですね、1本2本ぐらいできちっと決められれば一番いいとは思いますけどね。でこの状態にしてこれが 2,3 週間するとまた葉っぱがわっと出ますので、出たらまた最初にやりました目摘みですね。葉っぱが2枚出て間からこう出てくるやつを止めてあげると、その繰り返しをしてあげる。で、今年秋に紅葉が終わって落葉したらまたこの状態、落葉するとこの状態見れますので、今年の冬場年明けてくらいになるかな。でその時にこの針金を今度は外してあげるとこの形がある程度はもうキープできてるでしょうからと、またその時には新たな余計な芽も出てるでしょうから、またその時にこう摘んであげると。結構もみじカエデを好まれる方で多いんですけど、で松は難しいとおっしゃるんですけど、実はこういうカエデとかもみじの方がいっぱい手はかかる本当はですね。松は目摘み古葉の木って年2回お手入れはありますけど、あと普段はもうガンガン日が当たっても水さえ切らさなければいいわけですからね。これはどうしてもやっぱ夏場あんまり日が強いと日よけをしたりとか、芽が張る葉が出てから芽が吹き始めたらもうしょっちゅうやっぱ摘んでないといけないですからね。植え替えも2年に1回とかなりますのでね、松のように 4,5 年に1回と違いますので、ただいろいろ松は常緑、姿をあまり変えないと。ところがもみじカエデこういう落葉樹はこういう葉っぱのない
時期も楽しめて、春の新芽で楽しんで、また秋の紅葉で楽しんでと、年間何回も楽しめるという利点はありますね。あとなんかでドンと枝が折れてしまっても、よく肥料を効かしてやっとけまた胴吹き言うて芽吹きますからね、新しい芽を吹かせて枝を作ることも可能ですので、そういった意味では作り替えができますから、その辺も人気の一つなのかもしれないですけどね。はいということで、今日はですね、もみじカエデなんかの落葉樹の、春以降葉が出た時の芽摘みと、葉刈りの仕方ですね。あとは葉刈りが終わった後の、針金を巻いてちょっと簡単に枝を作るというやり方ですね、いうのをやりました。以上となります。ありがとうございます。ありがとうございました。大場さん、前回のしだれ富士桜、剪定しましたよね。やりました。剪定と植え替えまでやりましたですね。あれないんですけど、どうしたんですか？あれはですね、YouTube をご覧になられた方が、ぜひあれが欲しいというご要望がありまして、本当はその後の経過とか見たかったんですけど、買っていただきまして、今はちょっとここから離れた地に行っております。来ましたね。ありがとうございます。で、動画を見て、ちょっと気になると、これ欲しいなという方は、大場さんがどんどん OK だったら言っていただければ、対応できるってことですか？そうですね。小売店ですので、大概なものはお売りいたします。言っていただければですね。それとですね、これ動画にコメントがつきました。これ黒松の植え替えの方法っていう以前撮ったやつなんですけど、残念ながら日本語じゃないです。これ私の発音が合ってるかどうかわかんないですけど、 Thank you for これシェアリングっていうんですかね。 Thank you for sharing。私はですね、もう標準語と宮崎弁しか喋れないもんですから日本語訳すると、シェアしてくれてありがとうと、でハートマークが3つもついてます。ありがとうございます。こうやって海外の方も見られてるんで、ぜひですね、ありがたいことです。独特のノウハウを提供していただければな。なかなかですね、いや違うじゃないかというのもあるかとは思いますが、盆栽の場合はですね、こうじゃなきゃいけないっていう絶対的な決まりって実はないと私は思ってるんですね。枯らさずにそれで気に入る方がいらっしゃればそれが正解じゃないかなと思っておりますので、時にはちょっと違うやり方とかもあるかもしれないですね。あとは地域性というのももちろんありますからね、関東あたりとはだいぶ違う、当然それは出てきて当たり前のことだと思いますので、そういった意味では、いやこれは本に載ってるのと違うぞというのがあれば遠慮なくまたいろいろ質問していただければ、うちももう57年ぐらいやってますからね。でその中で、この辺ではまだなかったですからね、昔はですね。でその中でいろいろ経験してきたこととか、そういったもんでやっておりますので、基本は枯らさずに楽しめるというのがですね、盆栽をいじる、あれでしょうから、なんかいろいろありましたら遠慮なく、コメントいただければと思います。ありがとうございます。